開会に先立ち、傍聴者から傍聴申請があった場合は、傍聴を許可することとしますので、ご了承ください。ただいまから令和5年教育委員会第20回定例会を開会します。今回の書面委員は長崎委員にお願いします。承知しました。それでは日程第一、議案事項に入ります。議案第33号、千代田区教育委員会の天然人に関する規則の一部を改正する規則につきまして、子ども総務課長、説明をお願いします。はい、子ども総務課長です。それでは資料の方をご覧ください。はい、千代田区教育委員会の権限委任に関する規則の一部を改正する規則でございます。こちらは教育委員会の議決案件を教育長が臨時で代理できる規定を設けるものでございます。こちらでございます。緊急に処理しなければならない事由が生じ、かつ委員会を招集する時間的余裕がないことが明らかである場合に限り、教育長の臨時代理を認める規定を追加するというものでございます。最近教育委員会が議決すべき案件の中に急を要するものが非常に多くなってまいりまして、教育行政を運営していく中で臨時会を含めて教育委員会を招集する時間的余裕がない場合が多くなっています。現在はそのような場合、やむを得ず書面開催という方法で議決を得ておりますが、書面開催という方法は会議規則で定めのあるものではございませんので、ここは規定を整備して、教育長の臨時代理を決める規定を追加するというものでございます。こちらが新旧対象表となってございます。第4条に教育長の臨時代理ということで、教育長は第2条括弧の規定により委任を受けた事務以外の事務について、緊急に処理しなければならない事由が生じ、かつ委員会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるときは、これを臨時に代理することができる。2項といたしまして、教育長は前項の規定により臨時に代理したときは、速やかに委員会に報告を行い、その承認を得なければならないというものでございます。報告は以上でございます。今回、議案として提案をさせていただくものでございますので、何卒議決頑張りますようよろしくお願い申し上げます。説明は以上でございます。はい。前回は職に出してなかったということですよね。はい。で、この宣言異常については、他の東京都とか、他の23区はどういうふうなことになっていますか。はい、子ども総務課長です。東京都並びに他の23区におきましても、このような規定を設けておりまして、なぜか千代田区だけ、取り残されたような形で、なかったというようなことがございました。そういったこともございまして、今回、提案をさせていただくものでございます。はい、僕だけなかったということです。それを整理したと。何かご質問、ご意見ございましたら、お願いいたします。はい、山崎委員長。今日は分かるんですけど、教育長がご判断されて、そのもう決まった状態のことを我々が報告を受けるのか、それとも、緊急で議決をしなきゃいけないような議案の内容をまずこちらにいただいて、急ぎですので、教育長が判断しますというような、はい、子ども総務課長です。はい、ご指摘ありがとうございます。こちらにつきましては、議案、区長部局から議案が提案されて、それに対して、教育委員会がを開いて、検討本来しなければならないんですけども、その権限を一時的に、教育長に委任をして、それに対して、教育長が代理で、判断をさせていただくというような形になります。で、そちらで教育長の委任代理をさせていただいた後、次の教育委員会で正式に、教育委員の皆さんに、こういう形で、教育長が代理委任をさせていただきましたという
説明をさせていくものでございます。イメージで言うと、区長に専決というのがございまして、でそちらと同じようなイメージになるかと思います。以上です。他にございますでしょうか。よろしいですか。それでは、これは議案ですので、採決を取りたいというふうに思います。賛成の教育委員は挙手をお願いいたします。はい。ありがとうございます。それでは、全員賛成により可決されました。続きまして、議案第34号教座教育委員会婚姻規則の一部を改正する規則につきまして、子ども総務課長説明をお願いします。はい、こちらこちら、千代田区教育委員会婚姻規則の一部を改正する規則でございます。今回、児童家庭支援センターが専用教育教員新調に伴い、婚姻規定を改正する必要があるため、提案をさせていただくものでございます。児童家庭支援センターでは、教育委員会の教育教員を応援する場合、その都度、本庁舎4階の子ども総務課まで足を運んでいるというような状況です。件数としては年間1000件を超えるというような状況になっています。このため、応援する事務に多大な時間を要しておりまして、効率的な事務執行に支障をきたしている状況がございます。そのため、専用の教育教員を新調するということになります。また、こちらの専用教育教員を使用する場合、使用の対象文書、あらかじめ決められておりまして、何でも押していいよというようなものでもございません。その文書の方がですね、こちらが、使用対象文書として、こちら記載されております。1から36にかけて、こちらについて、教育委員会の行員、教育長の行員を押す、こちらが書類ということになっております。こちらが新旧対象表でございます。こちらの方に、児童家庭支援センターの専用の委員を加えるというようなものでございます。児童家庭支援センターの効率的な事務執行を行うために設けるものでございます。こちら、議案として提案をさせていただきます。何卒ご議決がありますようよろしくお願い申し上げます。説明は以上です。はい。これにつきましてご質問等ありましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。それではこれ議案ですので、採決を取りたいというふうに思います。賛成の教育委員は挙手をお願いいたします。はい。全員賛成により可決されました。はい、それでは議定第2報告事項になります。国指定的時矢橋門跡保存活用計画素案パブリックコメントの結果につきまして文化振興課長説明をお願いします。はい、加藤課長。はい、それでは、私の方から説明をさせていただきます。今、教育省から、ご説明いただいた件名でございますが、パブリックコメントを、今年の9月5日から9月の19日まで、行わせていただきました。でその結果、提出者としましては、1名、意見数としましては3件という形で、いただいたものについての区の考え方を下の表の方で取りまとめております。
そちらの方をご説明させていただければと思います。今回ご意見を一人で、非常に意見内容のところの一番上読んでいただくと、もう国指定史跡である常盤橋の保存活用計画を区が積極的に担うことに賛成ですというご意見ですので、全般的に賛成なご意見でございました。で、その中で新たなご提案をいただいたという形でのご意見が多ございます。まず第一には見学施設の拠点の整備ということで、あちら常盤橋の公園の方に新たな拠点を設けるといったところについて、ご意見をいただいています。東京駅から常盤橋また日銀三越本店までを結んだ重要文化財のエリアが構成できるので、その拠点を核となって面を構成することで、江戸期の石垣や明治期の常盤橋日銀本館、また大正期の東京駅三越本店と時代が追うこともできるので、この魅力的なエリアの企業または団体は価値の向上や集客力アップに積極的に参加していただけると。また拠点に職員などが常駐すれば維持管理の体制もできるので、史跡の発掘品の保存保管もできるんじゃないかというご提案をいただいております。というところで区の考え方としましては、右側の本計画への賛同のご意見として受け止めさせていただきました。また周辺の企業また団体との交流をしながらネットワーク化を進めてきます。ただ拠点施設といっても常駐化はちょっとなかなか難しいんですが、史跡を保存するための維持管理や調査研究を踏まえたコンテンツ作りなどをご意見を踏まえて検討したいというふうに考えております。続いてのご意見ですが、首都高速の撤去による景観大幅改善というのをご提案いただいております。これは今首都高速さん、首都高さんがまさしく進めようとしているというところでございますが、日銀側から常盤橋を展望する際に左右に控える両常盤橋のワイドな眺望は皆さんを虜にすることでしょうと。残存する石垣にこれ高麗門とお読みするんですが、高麗門を復元するのも一案かと思いますと。また江戸城の天守台のように高麗門の高さを体験できる階段の設置などを撤去すると生きてくると思われますと。また船着き場についても活用をということでのご提案をいただきました。まず眺望についてはご意見を踏まえながら検討をしてまいりたいと思うんですが、高麗門の復元自体は多額の費用と、あとそもそもちょっと資料として、江戸期の資料があまり残ってないといったところもあって、それの復元はちょっと現実には難しいと思うんですが、AR や VR などのデジタル技術を活用しながら見る方に体験してもらうことを検討していきたいと。あと船着き場につきましても、ご意見いただいたものを踏まえながら検討していきたいというふうに思っております。続いて最後3番目でございます。この計画は国が指定している史跡なのに区の方で維持管理をするということで、指示協力を惜しみませんということで、大変ありがたく思っています。常盤橋自体は架橋当時いち早く歩車分離の思想を取り入れて歩行者帯と馬車道が分離されてますと。神田祭りの振興祭のような行列の催しをぜひ見たいということで、ちょっとできるかどうかは何とも分かりませんが、本計画への賛同のご意見として受け止めさせていただいたという形でまとめているところです。ハブコミ自体はこういう形で対応させていただきまして、先週のこの常盤橋の整備委員会でこちらの方のご意見をご承認いただきまして、今日ご報告したということで、本計画の方はこれで策定という形にさせていただきたいというふうに考えております。私からの報告は以上です。はい、ありがとうございます。説明がございますが、何かご質問ございますでしょうか。はい、長崎。内容としては何だろう、
知ってくださった方がすごく多いので、はい、ありがたいなと思っていて、区としての考え方とかっていうのは、直接そのパブコメを出してくださった方にお伝えするものなのか、それとあと、今のこの内容が区のホームページとかにアップされて、どなたでも見れたりするようになるのか。はい、すみません。そちらの方、はい、すみません。ご説明を忘れておりました。パブコメの結果自体は、1月5日号の広報千代田の方で、パブコメの結果を、ホームページにアップしますという形で掲載の方させていただきます。また、ご本人の方には、メール等で、お伝えをさせていただきたいと思っております。以上です。ありがとうございます。ご意見を聞いて、これから活用計画を立てていくと。はい、その通りです。はい。方法でこのパブリックコメントを出していく。他にございますでしょうか。よろしいでしょうか。はい、どうもありがとうございました。はい、すみません。ありがとうございました。失礼いたします。続きまして、令和5年千代田区議会第4回定例会報告につきまして、子ども総務課長、説明をお願いします。はい、子ども総務課長です。第4回定例会につきましては、本日閉会となりました。11月14日から始まり、12月、本日12日まで、の予定がこちらとなってございます。その中で、初日、11月21日には、区長の招集挨拶がございまして、子ども部に関わることもお話をされたというところになります。改めてご覧いただければと存じます。また、代表質問、一般質問、それぞれございまして、今回は子ども部に関しては5名の議員の皆さんから質問をいただいております。富山議員、数多くが活用した登校の選択肢の導入をしてあるとか、働き方改革に基づく人員配置の必要性について区の考えは、あるいは地域で支える子育て支援を進めるべきと考えるが区の見解というのがあり、それから2人目といたしましては西岡議員。西岡議員は文教福祉委員会、当該委員会の、委員長でいらっしゃいますが、子育て世帯の保護者ニーズに適した支援と続きまして3人目といたしまして、雨森議員が地域に選ばれる学校の定義、それから麹町中学校における教育方針の転換について、生徒や保護者と適切な話し合いができているかというご質問でございました。代表質問につきましては以上でございまして、続いて一般質問。自民党の小林議員からは、不登校対策としての居場所づくりについて、富士見未来館の今後について、それぞれ、全般的に、子ども部が答弁するような内容の質問をされています。で最後でございますけれども、大阪議員、こちらも自民党、区民の体力向上に向けた取り組みの中で、子どもの運動不足対策、それから新国立競技場の活用についてのご質問があります。第3回定例会に比べますと、質問、子ども部に関連するものは少なくなっております。でこちらがそれぞれの5人の議員さん質問に子ども部関連の質問を立たれたわけですけれども、そちらの答弁をまとめてございますので、ぜひお時間あるときにご確認いただければと思います。富山議員、それから西岡議員、浜森議員、小林議員、それから最後に大阪議員のご質問に対する答弁をまとめたものがこちらになっています。報告は以上でございます。はい、ありがとうございました。
説明は以上です。ご質問等ありましたらお願いします。何かございますでしょうか。よろしいですか。また何かありましたら、その連絡ください。それでは、教育委員さんからの情報提供ということで、また何か関係がございますので、また何かよろしくお願いいたします。ここにあります。はい。読売新聞の11月15日の、フリースクールの費用負担が重くっていうんですけど、全国のフリースクールで経済的な理由で利用を断念されたケースがあるそうなんですけども、一部の自治体で財政的な支援が始まっているということなんですけども、フリースクールっていうものが当区にとっては、当区の現状とですね、あと保護者の費用負担状況っていうのはどんなような形になっているのか。で、行政での費用負担はできるものなのかどうなのかっていうことなんですが、それはいかがでしょはい、じゃあ、これ、子ども総務課長で。はい、子ども総務課長です。まずフリースクールに対する当区の現況でございますけれども、現状といたしましては、学校と連携をして、状況把握に今、努めておるというところでございます。保護者の費用負担状況につきましても、現状、今、状況把握に努めているというところなんですけれども、行政での我々、本区といたしましては、まだ費用負担、補助金出すとか、そういったところまではまだ検討していないというところでございます。ただ他の自治体においては、すでに始めたということも、ちらほら耳にはしているというような状況でございます。以上でございます。当区では実際今フリースクールってのは何か所かあるものなんですか。すみません。指導課長、指導課長お願いします。区内に、所在しておりますフリースクールに関しまして14カ所というふうに。ありがとうございました。次お願いします。はい。2番目が11月11日の日経新聞に出てたんですけども、共働きの子を預ける費用っていうか、認可保育園は人気が高くて、認可外の保育園を利用していると月9万程度の保育料が払うそうなんですけども、これはうちの区の場合はあれですかね、みんな負担してもらっている形になってるんでしょうか。以上ですか。はい。じゃあ、これ、子ども支援課長から聞いて。はい。子ども支援課長です。千代田区の場合、認可保育園自体、だいぶ前からですね、保育料については上限を据え置きにしております。他区に比べると、比較的安いような状況です。で、認可保育園すべてに園児が入れるわけではなく、これまで待機児童対策で進めてきた認証保育園、認可外の一部ですけれども、こちらの方にですね、入っていただくケースが多かったため、認証保育園の中の認証保育園については、さらに認可保育園よりも2割安く保育料を設定しております。でこちらで、書かれている9万円程度の保育料ということなんですけれども、多分23区の場合ですと、特別区民税の所得割額に基づきまして保育料が決まっておりますので、そういった中で最高額が千代田区の場合は、認可保育園が5万7500円、認証保育所に入られると、この2割引いて4万6000円という形になっています。全くの無認可保育園というような形になると、いわゆるインターナショナルスクールですとか、そういうのが対象になってくるんですけれども、こういったところに通われる方については、10万円を超えるような保育料もあるかもしれませんが、千代田区の場合ですと、基本的には認可と認証保育所で
入られることができなかったという園児は、待機児童がゼロというところからございませんので、そういったところからすると、高額の保育料を払われている方は、踏んでそういったところに行っているという方以外はいらっしゃらないというふうに認識してございます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ学童部については、はい、追加せはい、指導家庭支援センター。学童クラブについては、以前もご報告しました通り、いわゆる待機児童というのは今、何人いらっしゃらなくて、いずれかの学童クラブを利用しております。区が直接やっているところと、あと民間の学童さんには区が補助金を出して、区営と同じですね、保育料でやっているとあります。で、その他の児童館を利用したり、各小学校でやっています放課後子ども病院という放課後に居場所ですね、そういったものを利用して、基本的にそういったことも含めて放課後の対策はやっている。一方で民間のその学童クラブ、おそらくこういう記事に出ているのは、いわゆる学習塾のような、かなりサービス厚いといいましょうか、特殊なという意味で、そういったものをやってますので、そこはおそらく保護者の方のご意向によっては、そういうところは進んでご利用されるケースもあるのかなというふうに承知しています。ありがとうございました。次お願いします。はい、3番目はこれ、読売の11月16日に出たんですけども、スクールロイヤーっていうのは、都道府県で配置率が8割っていうことなんですけど、東区の場合はもうだいぶ前からこのスクールロイヤーっていう制度は設置されているっていうことでよろしいでしょうか。さらにまた、もしあるとしたら、なんていうかな、利用の状況っていうんですか、そういったものがもし分かればと思ったんですけども。はい。指導課長お願いします。はい、指導課長です。本区におきましては、スクールロイヤーといたしまして、3名の専門家の先生に学校支援していただいております。利用頻度といたしましては、昨年度、3名の先生のトータルで申し上げますと、23件、それから今年度に関しましては、11月末現在ではございますが、12件ということで、ご活用いただいております。学校は本当に学校で抱えてしまうこともありますけれども、ぜひこういった専門家の、ご助言をいただくというところも積極的にご活用いただきたいというところで声かけをしているところでございます。ありがとうございました。よろしいでしょうか。はい。じゃあ続きまして、丸4番なんですけども、11月25日の日経に出てたんですけども、給食でアレルギーを防げということで、重い反応が出た子は04年度の比で3倍になっているということなんですけども、トークでも子どものアレルギー反応が増えていると思いますけれども、近年大きな問題っていうのは本当はあるんでしょうか。そしてまたアレルギー対策で行政さんや栄養士さんが取っているその対策というか、そういったものがもし分かれば教えていただきたいと思います。はい。で、学務課長お願いします。はい、学務課長です。まず、当区の児童・生徒のアレルギー数ですが、ここ数年では特に大きく増加している傾向はございません。幸いにも大きな問題も起きていないのが現状でございます。また、アレルギーのございます児童・生徒については、給食の誤配を防ぐためのダブルチェックや先生との受け渡し確認票チェックを実施しております。他の児童や生徒や先生からも分かるように、アレルギーがある子どもの食器やトレイの色を統一して、一目分かるようにしております。またこちらにつきましては、公立保育園、こども園、給食提供幼稚園についても同様の対応をしておりまして、事故防止とともに、周りの園児、児童、生徒についても、食物アレルギーがあることの理解を深めるような指導教育を行っているところでございます。ありがとうございます。よろしいでしょうか。はい。じゃあ次お願いします。いやさっきから問題はこのところはないということです。対応ちゃんとできているということですね。幸いにもしっかりと対応されたそれというおかげで大きな問題は。はい、ありがとうございます。続きましては、これ、読売の11月16日に出たんですけども、このところいろんなものが食材とか光熱費が高くなっているってことなんですけども、そんな中でその給食、全国の給食の業者さんの6割が業績不振だっていうことなんですけども、当区の場合やっぱり外部に委託している部分があると思うんですけども、その辺のところのその業者さんの状況っていうか、
なかなか一回こう契約しちゃうと、上げるのにすごく大変なわけですよね、こういうものっていうのは。その辺のところは、どんな状況で把握されてるんでしょうか。はい、じゃあ、学務会。はい、学務課長でございます。当区、給食提供事業者はですね、大きく分けて2通りございます。一つは、給食の食材料の購入も含めた業務を委託する場合。もう一つは、給食の調理業務を委託し、食材料の購入は、例えば各学校などで、実施するといった形態です。で、千代田区は後者の、調理業務のみを委託しておりますので、食材料や光熱費の高騰により、事業者に直接負担がかかるということはございません。ですから、経営不振に陥っているといったようなですね、当区の調理委託をしている業者は、そういったことはないと思います。わかりました。ありがとうございました。以上です。はい。で他に、ございますでしょうか。よろしいですか、上手。はい。それではすみません、日程第3に戻ります。教育委員会行事予定表、広報千代田12月20日号につきまして、子ども総務課長説明をお願いします。はい、子ども総務課長です。少しお時間をください。はい、こちら、行事予定表でございます。ご確認ください。本日12月12日で、12月21日には、教育委員会臨時会議から開催をいたします。ご確認いたしますが、ご出席をお願いします。続きまして、年改めまして、次回の、教育委員会定例会は1月9日、15時から開催をさせていただきます。また、1月の17日には、保養省報道研修会ということで、この町地区一般女小学校、こちらに、教育委員の皆様は出席をしていただきます。よろしくお願い申し上げます。1月23日、こちらが1月2回目の教育委員会定例会、15時の予定で予定されておりますので、よろしくお願いいたします。続きまして、方法変更一覧でございます。こちらにつきましては、今回は12月20日号、15件ということで、児童家庭支援センター1件、文化振興課5件、障害学習スポーツ課が9件となっております。で、今上がっております原稿を見るとですね、12月20日ということで、今回はですね、箱根駅伝特集がすごく大きくページを割かれておりまして、こちらが目立つのと、あと、11月の11月12日に開催されました千代田区民体育大会、こちらの参加された方の写真がたくさん掲載されているような特徴があるのかなというふうに思いましたので、12月20日号発行されましたら、皆さんぜひご確認をいただければと思います。報告は以上でございます。はい、ありがとうございます。行事予定表の方をご確認いただきまして、よろしくお願いします。定例以外では何回か、報道、保養省合同研修会がよろしいでしょうか。これ21日はだいたいどのくらい時間が？はい、12月21日、9時から何時ぐらいということで、じゃあ、どうぞ。はい、子ども総務課長です。この日はですね、1時間から1時間半ぐらい、テーマが限定されておりますので、そんなにお時間はいただかなくても大丈夫かなと思います。よろしくお願いいたします。大体1時間半ぐらいでご覧いただきました。時間のとけば。はい。じゃあ、あとは広報関係、よろしいでしょうか。はい。一般的にご質問等ないですか？大丈夫ですか？はい。内容でしたら、これをもちまして、閉会をしたいというふうに思います。
どうもありがとうございました。ありがとうございました。